Say something that will make my day, 'cause these memories of her won't go away. They're haunting me so I can't sleep. She was a pretty little liar who cut me deep. 今からルームツアーを始めます。まずは玄関になります。うちの玄関は靴箱があるんですけど、棚みたいなのがないので全部、ドアにくっつけてます。マグネットがくっつくタイプのドアなので、全部マグネットでペタペタとくっつけるようにして使っています。最低限のものここに置いてるんですけど、これで全然十分満足な感じです。次がトイレになります。アラジンが大好きで、ちょっとだけなんですけど、アラジン風に紫を使ったインテリアにしています。風水的にも窓のない水回りはラベンダー色のものを置くといいと言われているので、それもちょっと意識してみました。そして次はリビングです。入ったらこんな感じになっています。まず私の一番お気に入りのスペースがこちらになるんですけど、古物屋さんで買ったスツールです。7000円ぐらいしてかなり高かったんですけど、やっぱり本物の古物は古さが出てて全然違いますね。すっごくお気に入りです。で、これとこれはこの小物たちは母から譲り受けたものですが、これもとっても可愛くてお気に入りです。レースのコースターはセリアで購入しました。で、隣がテレビなんですが、このテレビ台はスイートデコレーションで1万円もしないぐらいで購入できました。うちの地元にあるスイートデコレーションがアウトレットのスイートデコレーションなので、多分割安で販売されているんだと思います。で、ルームフレグランスは匂いは好きなんですけど、容器があんまり好きなものじゃなかったので、フランフランで購入した中のルームフレグランスを100均のガラスの入れ物に移し替えています。とってもお気に入りの匂いです。で、壁にはこんな感じでドライフラワーとかを飾ってます。で、この棚は自分で作りました。この下の金具2つとこの板が色もついてるやつで100円で売っていたので2つずつ買って合計400円でこの棚を作っています。で、自分でこうヤスリでヤスって、これもフル角感を出したのでとっても気に入っています。で、この上の白いのが LED のキャンドルです。この子は本物のキャンドルなんですけど、やっぱり火が壁に近いと置かないので LED のタイプを購入しました。これは楽天で買ってます。で、こちらがミールヘーデンですね。おしゃれなお家にはよく見かけるもので絶対に欲しくて買いました。北海道には IKEA がないのでインターネットで買ったんですけど、送料が高くてちょっと大変でしたがお気に入りです。ちょっとこれも安ってちょっとサビ感を出せたらいいなと思っているところですね。で、ここはこんな感じになってます。このライトは
楽天で7000円ぐらいで買いました。間接照明としても使えるんですけど、こんな感じでグッとずらすと勉強机のライトにもなるので、こんな感じで使っています。そしてこのガラスの一輪挿しみたいなやつはウィッシュというアプリで1個に300円で購入しました。かわいいです。でここも結構好きなんですけど、このワイヤーのフラワーベースっていうんですかね。これはキャンドゥで買いました。もう一つ大きいサイズもあったんですけど、これの方がちょこんと置けて可愛いです。で、こっちの、写真立てはラティスで500円ぐらいで購入しています。そしてこの人をダメにするクッションはニトリで購入しています。あとこのライトもあるんです。Bluetooth スピーカー兼ライトみたいな感じで、本当に毎日使いまくっています。楽天で12,000円くらいしたんですけど、これは買ってよかったなと思ってます。で、ソファーはこんな感じですね。結構このソファーがフォロワーさんからも可愛いという声をいただいて人気なんですけど、やっぱりちょっと毎日使うにはちっちゃくて物足りないなって思ってるので、次買うときはもうちょっと大きいサイズの買えたらいいかなと思っています。で、このチェストは、テレビ台と同じお揃いのチェストです。スイートデコレーション。これは8000円ぐらいで購入しました。食品のストックとか洗面台のもののストックとかをいろいろ置いてます。で、家電はブルーノで揃えています。これが圧力鍋なんですけど、炊飯器としても使えるので、私は炊飯器として使ってます。リビングはこんな感じです。次がキッチンになります。こっち側は白で揃えています。で、水回りは全部物は浮かせるようにしていて、とにかく掃除をしやすく清潔を保てるようにしています。で、この浄水器なんですけど、クリーン水の浄水器です。本体自体は3000円ぐらいで楽天で購入しました。やっぱりお水は美味しいのが飲みたいので必需品だなと思います。で、調味料は火の周りとかに置くと油もつくし汚くなるのがすっごく嫌で、全部上にしまっています。こんな感じです。ご飯は結構作るのでいろいろ調味料も買ってるんですけど、今のところここでうまい具合に収まっています。で、シンク下はこんな感じです。カインズで買ったこのラックに、無印の収納ボックスを使ってます。ここはお弁当グッズ関係で、ここは食べ物の缶物ですね。で、ここがセリアの洗いやすいタッパです。と、お茶物関係がここに置いてます。カトラリーと、下が食器なんですけど、食器棚もうちは置いてないので全部ここに収めてます。好きなお皿ばっかり買ってるので、特に量はなくても十分満足です。そしてコンロの下は大きい調味料とお鍋とかボウルを置いてます。で、ボウルも柳総理さんのやつを母に引っ越し祝いで買ってもらいました。
使いやすいです。そして、なんだっけ、冷蔵庫の横はこんな感じでしています。この辺はもう使いやすさ重視で置いてます。隣が洗面所ですね。ここもシンプルかつ使いやすさを大切にして収納しているのと、水回りなので物は浮かせて掃除をしやすく、とにかくそれを意識してやってます。これが無印の CD ラックなんですけど、ここに洗剤とかタオルとか化粧品関係はしまってます。このスペースも結構こだわっていて、メガネとかハンガーは全部100均じゃなくて無印で揃えているので、ここも統一感を出せるようにしています。隣がお風呂ですね。全部物は吊り下げるようにしていて、他は物は一切置いてないです。で、使ったたんびにこのスクイージーで水気も取ってきれいにするようにしています。ちょっと紹介し忘れちゃったんですけど、うちにある掃除機はマキタを使っています。実家にいる時からずっと掃除機はマキタだったので、これ以外はもう使えないですね。使いやすくてとっても。ゴミが気になったらすぐ掃除かけれるようにっていうので、いつもここの場所に置いています。最後が寝室です。この照明はもう楽天で買ったんですけど、12,000円ぐらいしました。結構高かったんですけど、本当に可愛いので買ってよかったなと思っています。で、ベッドは、これもスイートデコレーションですね。ダブルベッドを置いています。ちょっと部屋に対して大きいんですけど、広々使ってます。で、ベッドカバーは無印のやつですね。壁にはファブリックポスターを飾っています。この壁ももうちょっと手をつけていけたらなと目論んでいるところです。これでルームツアーは終わりになります。よければいいねやコメントよろしくお願いします。見ていただきありがとうございました。